どうもいつもお世話になっております。ぬけまるです。今回はこのようなアニメーションを用いた煉獄編、霊式4層後半の解説動画になります。まずはじめにマーカーはこのような感じに置いて攻略しました。それではよろしくお願いします。開幕から来るボスのオートアタックは円形半身で、2人で受けないとペナルティが発生し、耐えられないダメージを受けます。ですので、開幕タンク2人は 4,5 秒前からランプをして、1マーカーでオートアタックを受けます。第4キュール。全体攻撃で、さらにペインも付与されます。軽減やバリア、ペインのケアもしましょう。オートアタックが2回来ます。タイラントダークホーリー。ヘイト1位と2位に円形範囲の強攻撃です。MT はここで無敵を使っています。その後のオートアタック2回も無敵で受けています。術式記述1回目。術式記述のデバフがタンクヒラ2人または DPS2 人に付与され、ギミック中頭上に UI ゲージが順番に表示されます。そして、このギミックは UI ゲージに対応する攻撃を判断して立ち位置を変え処理していきます。また、付与された人は継続ダメージが入り、それ以外のダメージをもらうとデバフが爆発してワイプになります。まずどんな種類の UI が来て、それがどんな攻撃か紹介します。UI は全部で2つあり、先に頭割りまたは3回の UI が来ます。上のゲージが溜まると頭割りが必要な攻撃が来るので、デバフ対象者以外で頭割りをします。下のゲージが溜まるとデバフ対象者以外に円形範囲が来るので、マクロに従って3回します。どちらが先に溜まるかはランダムなのでしっかりゲージを確認しましょう。この場合は頭割りから来ます。術式記述、炎または氷。上のゲージが溜まるとデバフ対象者から遠い3人に2人で頭割りが必要な攻撃が来ます。下のゲージが溜まるとデバフ対象者から近い2人に3人で頭割りが必要な攻撃が来ます。では実際に見ていきながら説明します。術式デバフの人は自分にデバフがついたら北に移動しておきましょう。まず先に来るのは頭割りまたは3回でデバフの人に UI ゲージが表示されます。溜まった順に発動するので、どちらのゲージから溜まるかに注目しましょう。これは頭割りから溜まりますね。ただ、その前にボスがタイラントフレアを詠唱しています。これはゲージが溜まる前に足元に設置型範囲が来るので、2マーカーに集まりフレアの範囲を捨てます。捨てたら左に移動し、頭割りをします。その後すぐに2つ目が来ますが、アッシュブレイズというフィールド反面焼きが来ているのでアンチ側で3回しましょう。次に逆の3回、頭割りパターンを見ておきましょう。設置型範囲を捨てて、基本3回で円形範囲を受けます。デバフ組は、しっかり北に寄ってフレアを捨て、MT が避ける位置を開けてあげてください。そしてこの時デバフ組は西にフレアを避けているので、D1 は巻き込まないように大げさに避けましょう。またこの3階については壺型もあるようなのでマクロに従ってください。その後すぐに2つ目の頭割りが来ますが、反面焼きが来ているので2マーカーのアンチ側で頭割りをしましょう。次は、術式2発目の炎または氷です。先ほど説明しましたが、炎はデバフの人から遠い3人に2人で頭割りが必要な攻撃、氷は近い2人に3人で頭割りが必要な攻撃が来ます。それぞれ炎は2人ずつで処理、氷は3人ずつで処理する必要があります。またその処理をするときに西側、東側の順でボスの分身が3体外周に出現し、それぞれ1列分の直線攻撃をしてきます。必ず1列目か2列目がアンチになるので、そこの細い直線アンチの中で炎か氷を処理します。その炎と氷の処理をするとき、デバフ対象者は遠近頭割りの基準となるのでアンチの中央に立ちます。頭割りは基本的にタンクヒラが西側、DPS が東側を使い、この真心ラインを基準に近い、遠いとして誘導してください。まずは炎から説明します。遠い3人を対象としてくるので、この位置、もしくはこの位置のように2人ずつで受けます。ロール内での立ち位置の優先度はこのように中央前詰めで処理しています。次に氷を説明します。近い2人を対象としてくるので、東西で1人だけ内側に入り、33で頭割りをします。しかし、
デバフで2人選出されている関係で、ギミック中はタンクヒラ4人、DPS2 人、またはタンクヒラ2人、DPS4 人と偏りが生じています。そのため、4人側の1人が2人側へ移動して、3-3にしなければなりません。この時に動く調整役は、4人側の MT もしくは D1 になります。それぞれの動きごとに記載するとこのような感じになります。全部読み上げると逆にややこしくなるので、一時停止して自分の担当のところだけを確認してください。必ず意識してほしい注意点です。このフィールドの1マスは10メートルになっていて、処理に2マス使い20メートル、さらに誘導などでマスの外側も使うのでヒールが届きません。ですので、炎から氷、氷から炎のギミック移動の間に内側によってヒールをもらうことを意識しましょう。そしてこのデメリットを補うため炎と氷を1マスで処理する方法があり、以前ご紹介しましたので右上のカードか概要欄から飛んでください。では、実際に数パターン見てみましょう。これはタンクヒラデバフ、氷 D1 調整、1列目アンチ、先に炎ですね。アンチの中で中央前詰めで2人頭割りをします。次は2列目アンチになるので移動して氷処理ですね。その際、少し真ん中に寄りつつ移動し、ヒールをもらいます。D1 が調整で逆に行ってしまうので、D2 の自分は内側で氷を誘導します。次に DPS デバフ、氷 MT 調整、1列目アンチ、先に炎ですね。アンチの中で中央前詰めで2人頭割りをします。D1 がいないので自分が内側でしたね。少し位置が違うとご誘導をするので気をつけましょう。真ん中に寄りつつ移動し、ヒールをもらいます。MT が調整で来るので、外側で氷を受けます。次にタンクヒラデバフ、氷 D1 調整、2列目アンチ、先に氷ですね。D1 が調整で逆に行ってしまうので、D2 の自分は内側で氷を誘導します。真ん中に寄りつつ移動し、ヒールをもらいます。D1 が戻ってくるので、自分は前の外側で2人頭割りをします。次に DPS デバフ、氷 MT 調整、2列目アンチ、先に氷ですね。MT が調整でこちらに来るので、外側で氷を受けます。真ん中に寄りつつ移動し、ヒールをもらいます。MT が戻り、D1 がいるので、自分は前の外側で2人頭割りをします。最後に術式デバフ視点を通しで見てみます。デバフがついたら北に行きます。この3回では、外周ギリギリに設置型範囲を捨てることで、MT のアンチが広がります。デバフ対象者には継続ダメージが入っているので自衛できる人はしましょう。また、余裕があればデバフの人にタンクの単バフなどを投げてもいいと思います。一発目の頭割りと3回が終わったら次の炎と氷の基準のため、アンチ内の真ん中に位置取ります。1列目からですね。終わったら2列目の真ん中に行きます。頭割りと3回の UI だった人も同じ行動をしてください。では、本編に戻ります。アイオンキュール。全体攻撃で、さらにペインも付与されます。オートアタックが2回来ます。このオートアタックからバフの効果時間を活かしてダメージの軽減を入れましょう。タイラントダークホーリー。ヘイト1位と2位に円形範囲の強攻撃です。オートアタックが1回来ます。概念支配、1回目。かなり痛い全体攻撃です。しっかり軽減やバリアを入れましょう。それと同時に全員にギミックのデバフが付与されます。まずこの3つ。2巻概念、アルファ、ベータ、ガンマ。7秒と27秒のデバフがあり、カウント0で対象者に巨大円範囲を派生させます。さらにデバフ対象者は、完成概念アルファ、ベータ、ガンマというデバフが新たに付与され、頭上にもマークがつきます。残りのデバフは2人頭割りと3人頭割りです。デバフアイコンの人数で判断できます。最初にデバフが全員につきます。そしてこの位置に3回します。ただ、ギミック開始時の全体攻撃の回復をしっかりもらってから移動してください。カウント0で早アルファ、ベータ、ガンマから巨大円範囲が発生します。そして、その早アルファ、ベータ、ガンマは完成概念アルファ、ベータ、ガンマに変化します。完成概念はそれぞれ3属性を持ち、同じ属性が近くにいると線で結ばれ、一定時間後に生物バフに変化します。
巨大円範囲の発生と同時に他の人は2人頭割りと3人頭割りをしていて、フィールド中央に属性の塔が2つ縦に出現します。まずは全員中央付近に集まり、回復をもらいましょう。ハヤアルファ、ベータ、ガンマだった人は、自分が塔の属性を持っていたら合成確定なので中央で重なります。生物バフを合成したら、上の塔は上から来た人優先、下の塔は下から来た人優先で塔に入ります。塔は3種類の属性があり、塔が風ならアルファ、ベータが合成で、ガンマが余りになり、塔が雷ならベータ、ガンマが合成で、アルファが余りになります。この時、同時に反面焼きが来ているのでアンチ側で処理します。処理したら次の3回位置へ移動します。次は同じ属性の塔が4つ出現します。範囲に当たった人も完成概念になるというのを利用して完成概念アルファ、ベータ、ガンマを各2人ずつ作ります。そのために、頭割りデバフだった人は、先ほどの2つの塔の合成で使用してしまったところの巨大円範囲に当たりに行きます。また、2つの塔で余った完成概念の人は、もともといたアルファ、ベータ、ガンマのところに行きましょう。ただ、元のところに行くというのは必須ではありませんし、無駄にダメージを受けることになります。ですが、単純に余りがいる場所に頭割り組が迷っていかないように、もしくは気づけるように元の位置で円範囲を受けています。その後、他の人を戻す全体ヒールで一緒に回復してもらえるので、無駄にダメージを受けるデメリットは特にありません。ただ、元のところへ行くのはいいんですけど、元アルファの人がオソベータに行くみたいな違うところへ行くと大爆発してワイプになるので注意してください。また、2つの塔の時にあまりでもその場に留まらず、必ず中央へ行って回復をもらってください。巨大円範囲が発生したと同時に属性の塔が4つ出現します。2つの塔と同じく、自分が塔の属性を持っていたら合成確定です。ですが、塔と同じ属性を持っていてもアルファ同士、ベータ同士とかでは合成できません。よく見ると強調されて囲まれている属性があり、同じ属性が2種類以上あったらその属性が優先されるようになっています。しかし、概念1回目はアルファ足すアルファ、ベータ足すベータ、ガンマ足すガンマなどの組み合わせは使えませんので、一旦忘れてください。生物バフ合成場所は、1つ目と2つ目の間、3つ目と4つ目の間を使います。それぞれがその場所へ行く優先度ですが、巨大円範囲を発生させたオソデバフの人が上、範囲に当たった人が下で合成します。さらに塔へ入る優先度は、2つの塔同様、上から来た人が上、下から来た人が下で入ります。そして、反面焼きが来ているのでアンチ側で処理します。投資でアニメーションを見てみましょう。デバフに応じて3回します。巨大円範囲が発生したら回復をもらいに中央付近へ。塔は風なので、概念アルファベータで合成します。塔へ入ります。東が反面焼きなので西側で処理します。またデバフに応じて3回します。余っていたガンマはガンマのところへ、頭割り組は足りないアルファベータの範囲をもらいに行きます。塔は水なので、概念アルファガンマで合成し、塔へ入ります。最後に反面焼きを避けます。次は実際の動画で見ます。デバフ全視点を載せたかったのですが、動画が長くなりすぎるので、全視点は概要欄または右上のカードからまとめた動画をご覧ください。全体攻撃を受けたらデバフを確認します。自分は早ベータですね。必ず回復をもらってから3回位置に行きましょう。巨大円範囲が発生したら中央付近に集まり、回復をもらいます。そして、塔と頭上マーカーを確認します。同じ属性を持っていますね。真ん中で合成しましょう。次に反面焼きアンチ側で塔に入りますが、ベータガンマなのでベータの自分は上の塔に入ります。塔を処理したら再びデバフに応じて3回します。塔に入った人は D 側でオソデバフの巨大円範囲を避けます。合成しなかったハヤアルファは、オソアルファのところへ、2人頭割りはベータの範囲を受けに、3人頭割りはガンマの範囲を受けに行きます。巨大円範囲が発生したら、中央付近に集まり回復をもらいます。そして、塔と頭上マーカーを確認します。風なので、アルファベータで合成します。オソデバフが上側、
範囲をもらった人は下側で合成します。そして、上から来た人は上、下から来た人は下の塔に入ります。最後に半面焼きですね。概念消去でデバフが消えます。平常を開始したらデバフが重なっても問題ありません。アイオンキュール。全体攻撃で、さらにペインも付与されます。オートアタックが3回来ます。タンク2人は前に出ておきましょう。万象怪人。まず、万象怪人がどういうギミックかを軽く説明します。このギミックは、不可避反2が来て、塔が湧いて、大 AOE が来て塔に入るという一連の流れで、それぞれ時間差があり、不可避反2が来た順番で処理をしていきます。このように被らせたら塔に入れないので注意です。また、その一連の流れがタンクヒラから1人と DPS から1人と来るので西側をタンクヒラ、東側を DPS と分かれて処理します。初期3回はこのような感じにしています。そして、塔の枠位置が処理の順番である程度決まっています。片側の DPS 側で説明すると、1回目と3回目に湧く塔はこの4マスのどれかになり、2回目、4回目はこの4マスのどれかになります。ですので、1回目不可避反2が来た人は、この北側4マスの真ん中に移動し、大 AOE が来るまで待って塔に入ります。2回目の不可避反2が来た人は、南側のこの4マスの真ん中に移動し、大 AOE が来るまで待って塔に入ります。3回目は1回目と同様、4回目は2回目と同様になります。それを西側タンクヒラ、東側 DPS で分かれて処理します。全体の流れをアニメーションで見ましょう。不可視1回目着弾、MT と B1 は1回目の大 AOE ステージに行ってます。不可視2回目着弾、H1 と B4 は2回目の大 AOE ステージに行ってます。不可視3回目着弾、1回目の人の大 AOE が終わるまで待ってから3回目の大 AOE ステージに行きます。1回目の人は、予兆を捨てたら塔を踏みます。不可視4回目はすでにさっき着弾していました。2回目の人の大 AOE が終わるまで待ってから4回目の大 AOE ステージに行きます。2回目の人は、予兆を捨てたら塔を踏みます。3回目の人は、予兆を捨てたら塔を踏みます。4回目の人の、予兆を捨てたら塔を踏み、終わりです。実際に見てみましょう。まずは3回です。不可避の着弾を見て自分が何番目か、自分が入る塔はどれかを覚えておきます。また、1、3回目は前の4マスの真ん中で大 AOE を捨てます。2、4回目は中央4マスの真ん中で大 AOE を捨てます。そして、大 AOE を捨てたら塔へ入ります。ルールはこれだけです。あと注意するところは、南側の人が3回目だった時や、北側の人が4回目の時だけ大回りすると間に合わない可能性があります。ですので、前の人の大 AOE 直前で待ち、発生したらそこへ行くという行動をとりましょう。各視点は、概要欄または右上のカードから視点まとめ動画に飛んでご視聴ください。アイオンキュール。全体攻撃で、さらにペインも付与されます。オートアタックが2回来ます。タンク2人でボス前で受けます。タイラントダークホーリー。ヘイト1位と2位に円形範囲の強攻撃です。3回目なので ST は無敵受けします。オートアタックが2回来ます。このオートアタックまで ST が無敵受けをしています。術式記述2回目。術式記述2回目はほとんど1回目と同じです。しかし、ボスがデバフ対象者のうち1人もしくは2人にマジックインバージョンのデバフを追加で付与してきます。マジックインバージョンのデバフがついたら術式記述の発動する効果が逆になります。例えば、通常は炎のゲージが先に溜まったら、炎、氷と発動しますが、インバージョンのデバフがついていると氷、炎と効果が逆になります。あと、3回または頭割り、炎または氷の順番は変わりませんが、最初から回収に幻影が出現しており、アンチの1列で3回と頭割りを処理するので3回位置が変わります。では実際に見ていきます。術式デバフは DPS ですね。次にインバージョンのデバフがつきます。赤間1人につきましたね。
どっちが逆になるか UI が表示されるまで前に出て横にずれておきましょう。インバージョンがついていない詩人に UI が表示されました。つまり、この UI はそのままで、炎と氷の UI が逆になります。西外周を見ると1列目がアンチで、ゲージは頭割りからです。次に2列目アンチで3回押します。次は炎と氷です。西外周を見ると1列目がアンチで、UI はインバージョンなのでゲージは炎からですが氷です。MT 調整で33に分かれましょう。次は炎ですね。MT は戻り、それぞれ2人頭割りをします。最後に半面焼きが来ます。両方インバージョンも見てみましょう。この場合、どちらの UI が逆か判断する必要がなく、両方逆になります。西外周を見ると2列目がアンチで、ゲージは3回からですが、逆なので頭割りからです。次に1列目アンチで3回押します。次は炎と氷です。西外周を見ると1列目がアンチで、ゲージは氷からですが、逆なので炎からです。2人頭割りをします。次は氷ですね。2列目アンチで MT が調整し、33で処理します。最後に半面焼きが来ます。アイオンピュール。全体攻撃で、さらにペインも付与されます。オートアタックが2回来ます。タンク2人でボス前で受けます。タイラントダークホーリー。フェイト1位と2位に円形範囲の強攻撃です。戦士なら4回目も無敵を使えます。オートアタックが1回来ます。概念支配2回目。かなり痛い全体攻撃です。しっかり軽減やバリアを入れましょう。それと同時に1回目同様にギミックのデバフが付与されます。今回は、アルファ、ベータ、ガンマの速いデバフと遅いデバフが1人ずつと無色2人です。加えて遅アルファベータガンマの中から1人受けデバフと、2人頭割りデバフが1人ずつ付与されます。それでは、早速処理方法を説明します。最初にデバフが全員につきます。そしてこの位置に3回します。特殊なのは、無色2人とも早アルファの範囲に当たりに行きます。ただ、全体攻撃の回復をもらってから移動してください。早アルファベータガンマは巨大円範囲を発生し、完成概念アルファベータガンマに変化します。同時に遅い組も1人受けと2人頭割り、無色も範囲を受けて完成概念アルファに変化します。そして塔が2つ出現します。まずは全員中央付近に集まり、回復をもらいましょう。自分が塔の属性を持っていたら合成をしますが、ここでは雷か水しか来ませんので早ガンマは合成確定です。生物バフを合成したら、上の塔は合成したアルファベータ、下の塔は早ガンマ確定で塔に入ります。この時、同時に半面焼きが来ているのでアンチ側で処理します。無色2人は、重なってイフリートを合成しておきましょう。ちなみに、生成後に痛い継続ダメージが入るので回復をもらってから、もしくは中央からヒールが届く距離であればすぐ合成しましょう。ヒーラーは単体ケアを飛ばしたり、タンクも単バフなどでサポートすると良いと思います。また、無色どちらかがヒーラーの場合、中央でヒールするのでついていってイフ合成する必要があります。あと、すぐ合成する方がヒラの負担がないらしく、遅すぎるとギミックも失敗しますので注意してください。塔を処理後、次の3回位置へ移動します。遅アルファ、ベータ、ガンマはそれぞれの位置へ、塔を処理した人はそのまま D マーカー側に抜けていきます。イフの2人も D マーカーの近くに行きます。遅アルファ、ベータ、ガンマの巨大円範囲が派生したら、真ん中に2種類ずつ4つの塔と、東西南北の外周にボスの分身が出現します。塔は完成概念アルファ、ベータ、ガンマとあまりの人で処理します。この場所で合成し、北側が遅アルファとベータ、南側が遅ガンマと残りの元早アルファまたはベータで合成します。2回目は合成場所と行く人は決まっているのでしっかり覚えておきましょう。合成したら、各自属性に合った塔に入ります。この際、
この優先度で入りましょう。一方、D 側にいる最初の塔を処理した2人と F バフ持ちは、次のギミックで外周の分身の近くに行きます。待機している時に次のギミックで直感的にどこに行くかフォーメーションを作っておきます。そして、その目安の通りの分身の近くに行きます。この分身は、最も近くにいる人と線で結ばれ追従し、一定時間経過で対象をバインドさせ、直線範囲を打ってきます。つまり、塔以外の4人が外周の分身をそれぞれ時計回りに誘導し、中央のアンチを作るギミックです。ちなみに角はハンディが被るのでダメです。1マスさらに進めましょう。こんな感じの位置取りで、目的のパネルまで直線で向かっても平気です。終わったら F バフ持ちは、風バフ持ちの場所へ行って概念の断点、不死鳥というバフを合成します。さらにこの4つの生成バフが反応して、概念生成不死鳥のバフが全員に付与されます。アニメーションはここまでで、不死鳥バフにはヒーラーギミックもあるので実際の動画で説明します。最初にデバフが全員に付与されます。全体攻撃の回復をもらってから3回位置に移動します。自分はオソベータの一人受けですね。D 側アンチの上側で一人で受けます。巨大円ハンディが発生したら中央に向かい全体回復をもらいます。塔は雷なので早ベータガンマで合成です。早ガンマが確定で塔を処理するので、南側の塔は早ガンマ確定です。反面焼きを確認し、アンチで待ちます。その後、ベータなので D マーカーへ行きます。塔処理組と F 組は D マーカー方面へ行っておきます。概念2回目は合成場所、合成相手も全て決まっています。悪い例を持ってきて少し迷ってますが、オソベータの自分は北側の合成場所が確定しているのですぐ向かいましょう。また、アルファと合成で風と分かっているので、風の塔の配置を確認し自分の塔へ入ります。終わったら F バフと風バフは重なり、概念の断点、不死鳥というバフを合成します。さらにこの4つの生成バフが反応して、概念生成不死鳥のバフが全員に付与されます。生成される際、最大 HP-1 の固定ダメージがきますので、ヒーラーは全員の HP を全開まで戻しておきます。このバフは、次のボスの攻撃の自己概念崩壊からリレイズで復活することができ、さらによだめアップなどのバフが入るので復活後に薬バーストをしましょう。また、ここで LB を打ちますが、暗転直前に打つとちょうど LB の硬直を暗転中にやり過ごせます。あと、ドットがムービー中も入るようなので必ず入れるようにしましょう。そういえば F 合成の時に言いました F 生成が遅いとギミックが失敗するというのは、拒絶デバフが残っていて風と火の合成が遅れたり、結果的にドットダメージを長々引き継ぐので HP の戻しに負担がかかるためなどがあります。復活したら薬バーストをします。アイオンアゴニア。とても痛い全体攻撃に加え、6秒の継続ダメージが入ります。しっかり軽減バリアを相談しておきましょう。また、このフェーズはボスが1行動するたび、ボスによだめアップのバフが付与されます。そのため全体攻撃が複数回来ますが、回数を重ねることに痛くなります。支配者の一撃。物理攻撃の全体攻撃に加え、タンクヒラから2人、DPS から2人に円形範囲と土属性耐性低下を付与してくるので、タンクヒラ西、DPS 東で3回しておきます。全体攻撃の物理攻撃なので牽制を入れましょう。この戦士 LB の岩のエフェクトが来たら耐性低下がつくので、デバフを見なくても自分は後の塔だなって判断が可能です。さらに地盤大隆起と同時に中央から外周へ向かって4つの光がゆっくり走っていきます。これらは外周付近で塔ギミックになるため、耐性低下デバフがついていない4人が追いかけていき、塔に入りましょう。塔に入る優先度がありますが、東西どちらかに偏ったり、直前まで重なって見えるような場合があります。塔に入るという単純なギミックですので、東西どちらからも確認しておくのをおすすめします。終わったら、もう一回光が4つ走っていくので、先ほど処理をしていない4人が処理をします。アイオンアゴニア。1回目よりも痛い全体攻撃に加え、6秒の継続ダメージが入ります。支配者の一撃。1回目と同じく3回しておき、耐性低下デバフをもらっていない4人から塔を処理します。
2回目は、先ほど処理していない4人が塔を処理します。最後にアイオマゴニア3回目の後、ボスが自己概念崩壊を詠唱し、それまでに削りきれないと時間切れになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。